はい、こんにちは。松江の数学ですけども、今日はですね、第17回ということでですね、確率をあと2回やりたいと思います。で、今日は独立思考の確率ということで、ちょっとタイトルは難しいですけども、同じパターンが何回か起こるような状況の問題について考えてみたいと思います。ちょっとサブタイトルはですね、セリーグが阪神、パリーグがオリックス勝ちましたけども、もうすぐ日本シリーズが行われますので、日本シリーズとタイトルをつけてですね、一体何なのかなって思う人もいるかもしれませんが、日本シリーズの問題を後で準備してますので、それも考えていきたいと思います。では早速聞きましょう。前置きですけども、3回サイコロを投げて2回1の目の出る確率。これを教科書でですね、見たことがある問題だと思いますが、どう考えるでしょうか。まず、3回サイコロを投げて2回1の目が出るということはどういった状況かというと、図に書いてありますね。1回目に1が出ます。2回目にも1が出ます。3回目は1が出ません。これだけでしょうか。1回目に1が出ます。2回目は出ません。3回目に1が出ます。同じように考えていくと、出ません、1が出ます、1が出ますと。これじゃないですよね。つまり、数えても3パターンでわかります。もちろんそれで悪くないんですが、前々回で同じものを含む順列というのをやりましたね。1と1が同じ。ですので、この場合にはどう考えるかというと、組み合わせを使って考えることもできます。3回中2回出たから、3通りですね。よろしいでしょうか。で、この3通りなんですけども、確かに順番は違いますが、例えば一番上の場合、この一つ目のパターンの起こる確率を横の方で考えてみましょう。どういう確率になりますか？まず1回目に1が出ます。6分の1ですね。そして2回目にも1が出ますから、連続して起こる場合には確率は掛け算をします。ということは同じ数字なので、ここは事乗になります。よろしいですか？そして3回目は1が出ません。ということは1以外ですから、2、3、4、5、6。5通りありますね。6分の5と。さあ、2パターン目、3パターン目、どうなるでしょうか。1の順番が違うだけで、最終的にはこれと同じ確率になりますよね。ということを頭に置いて、最終的にはこの問題の回答はこのように考えられると思います。3回中、2回1の目が出るので、3パターン起こる。そして、1つのパターンごとに6分の1の次乗。6分の5となりますので、これを計算してみますと、ちょうど6の3乗ですね。3乗分の、3×5 となります。ということはこれ一つ約分できますので、72分の5と、こういうことになります。少し間を取りますので、確認をしてみてください。よろしいでしょうか。で、これ皆さん教科書で見たことあると思うんですけども、ということは、こういった独立思考の問題というのはある程度パターン化されます。したがって、公式になるみたいな感じで、NCR、P の R 乗、1-P の N-R 乗なんて書いてあるんですよね。ですけども、こういった式を私はですね、覚える必要はないと思います。覚えるかって言ったらそういう必要性はないと思います。やはり意味を理解すれば、この式は自然とできますので、こういったなんか文字がごちゃごちゃした式をですね、頭の中に入れる必要性はないと思います。そこで、もう一つ問題を考えてみます。それが日本シリーズなんですね。ちょっと問題を解きます。阪神とタイガースですね。オリックス、バファローズが日本シリーズを戦います。で、一戦ごとの
まあ、これは数学の問題ですよね。阪神ファン、タイガースはいろいろあると思いますが、ね、オリックスファンもいいと思いますが、一戦ごとの確率は、阪神が3分の2で勝ちます。ね、オリックスファンにはちょっと申し訳ないですよ。まあ、数学の問題と思ってください。さて、最後の条件ですけども、4シーズン4勝してですね、終わりですので、4勝1敗で、阪神が、優勝する確率。これを求めてみたいと思います。よろしいでしょうか。さあ、そうするとですね、先ほどの前置きと同じように、ちょっとですね、図を考えてみましょう。これ時々ですね、あったと。5試合の中で4試合阪神が勝つと。で、1つごとに阪神が3分で勝つので、こうで、こうだと。こういうふうに考えるとです。さて、これは本当に正しいでしょうか？図を書いてみますよ。まず、オリックスが勝って、そして阪神4連勝で万歳胴上げとなるわけですね。さあ、他のパターンあるでしょうか？阪神、オリックス、阪神、阪神、阪神。阪神、阪神、オリックス、阪神、阪神。阪神、阪神、阪神、オリックス、阪神。阪神、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 オリックス。これ5パターンあるでしょうか？違いますよね。最後の場合っていうのは、これは4戦目で阪神4連勝ですから、日本シリーズ終わっちゃってます。これ考えられません。ということは、4戦までに阪神が3勝して、オリックスが1勝になりますね。4試合の中で3試合。つまり、4パターンしかありません。5パターンありません。よろしいでしょうか。はい。従いまして、この問題の回答は次のようになります。4戦までに、阪神、3勝1敗です。ですので、ここは全で5戦と考えるのではなくて、4戦までと考えますから、4、4、3ですね。で、かけることの、阪神が、まず3勝します。オリックスが1勝します。そして最後に、阪神が勝ちます。よろしいでしょうか？ね。ここで万歳。胴上げです。優勝。となるわけですね。はい。ということで、答えはどうだったか。全部で3の5乗ですね。3、9、27、243。ですね。4、8、32で64ですか。これが答えとなります。ということで、最後にまとめたいと思いますが、この公式のように覚えなくていいよと言ったのは、次のように考えてみております。まず、4C3 というのは、これは結局、この問題の条件におけるパターンの数ですね。パターン数。そして、これは何かというと、そのパターンのうちの1パターンの確率です。ですので、独自項の確率、まあ、日本シリーズの問題と思った場合には、パターン数とワンパターンの確率をかけることによって求まるんじゃないかということを考えてみてはいかがだと思います。よろしいでしょうか。ということで、今日の授業をこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。